どうも、島田秀平です。またあの場所で死人が出たんですか？あの廃墟ビル。最近またあの都市伝説が噂になってるようですね。死のエクササイズ。ご存知ないですか？内容知りたいです。わかりました。じゃあ簡単にお話ししましょうか。死のエクササイズ。この話、事の発端はあの土地、あそこをね再開発しよう、そんな話が持ち上がったことからだったんですね。でやっぱり再開発しますからね、あのビルに住んでいる住人の皆さん、保証のお金を払って別々のね場所に、引っ越してもらったんですね。やっぱり人がいたら再開発できませんから。ただそんな中ね、ある一組の家族だけどれだけ説得してもね出てってくれなかったんですよ。頑として居座った。その家族っていうのがおばあさんとその孫娘という2人家族だったんですね。いくら説得していくらお金を払うと言ってもね全然動かないんですよ。これ理由考えるとね、実はその土地というのはそのおばあさんの旦那さん、今はもう亡くなってしまっていた、おじいさんの、土地、そしてビルだったんですね。ただそのおじいさん生前にねとんでもないことをやらかしてしまって、そのおかげで、あの場所を手放さざるを得なくなってしまったんです。おじいさん生前ね本当に素晴らしい人格者で、地元の方からも一目置かれるそんな存在だったんですね。地元のボランティアにはもう積極的に参加する。夏休みのね早朝、ラジオ体操ありましたよね。あんな時はねもう率先して参加して、子どもたちの世話もするんですよ。みんなからね、素晴らしい方だな、そんな風に言われていたおじいさんだったんです。ただそのおじいさん、一つだけ問題があったんです。変わった性癖を持っていた。ラジオ体操で子供の世話をすると言いつつ、実は必要以上にベタベタと体を触ったり、気に入った子供がいると家に呼んで「ああ汗かいてるね、シャワー浴びてきたら」なんて言って服を脱がせたりするんですね。その時のおじいさんのニヤニヤした表情、子供たちは本当に恐ろしかったそうです。こんなようにね被害に遭った子供ものすごい数に上って結局ねバレちゃったんですね。だからね、その口止め料やら慰謝料やら、それを払うために莫大なお金が必要になって、おじいさん土地ビル目の当たりをね手放さざるを得なくなったんですよ。でその後おじいさんね、その心労がたたって亡くなってしまったんですけど、残されたおばあさんとあの孫娘、生活するためにどうしたと思います？なんとおばあさん、当時女子高生だった孫娘に援助交際をやらせて、そのお金で生活してたんです。孫に援助交際させるって、これひどい話ですよね。でもね、その孫娘実は地元の方では有名な不良で、喜んで援助交際してたそうなんです。そんな正直人としてどうなんだっていう2人家族、おばあさんと孫娘、その2人がそのビルに居座り続けて、正直ねずっといて立ち退き料引き上げてたんですよね。いればいるほどお金もらえますから全然出てかない、そういうことだったんですよ。ただね、そんなある日、あの事故というか事件が起きてしまったんですね。ある、遅い夜の時におばあさんと孫娘、そのビルの前道にポーンって出てきたんですね。用事があったんでしょうね。ただその瞬間猛スピードの車がブワー走ってきて2人を跳ねてしまったんです。とんでもない速さだったんです。2人ブワーンねえ、体が吹き飛ばされて、その体はビルの前の柵の方まで飛ばされたそうです。もちろん2人は即死ですよね。特に娘さんの方は首の骨が粉々に折れていたそうです。
その車盗難車で、その運転者も結局は見つからなかったそうです。人通りも少ないし、夜遅い時間目撃者がいなかったんですね。ただね、そんな遅い時間あのビルの前で2人がはねられる。これ結局犯人はその土地の開発事業者、きっとそうなんじゃないかって噂やっぱ広まりますよね。2人が邪魔になったから車で殺したんじゃないか。ただ結局証拠もなかったんで、それはうやむやになってしまったんですね。ただそんなことがあってから数日後、不思議なことが起こり始めたんです。そのビルの立ち退きに関わった人物、次々と死んでいったんです。ビルから落ちてしまったり、ビルの前で車にはねられてしまった。ただ一つ共通点があったのは、全員が首の骨が折れて死んでいたことでね。その日の当日、現場ではラジオ体操のような曲、それが流れていた。それを聞いたなんていうね、証言がたくさんあったことから、きっとこれはあの忌まわしい家族の呪いたたりなんじゃないかって話が広まったんですね。だからあの現場、あのビルの近くで体操のような曲、この音が流れた時は首を押さえてすぐに走って逃げろ、こういう都市伝説、話が広がったんです。これが死のエクササイズというお話になります。どうですか皆さん。その後土地開発なんですけどもね、たくさんの死人が出たこと、あと折からの不況もあって、今は頓挫したまま状況は変わらずにあるそうです。でね、実はこの死のエクササイズ、後日談がありまして、その話っていうのがね、残念ながら今日はここでお時間が来てしまったようです。本当はこちらの話をぜひとも皆さんに聞いてほしかったんですが、しょうがないですね。今回はこの辺で。いや本当はね、ちょっとこの話ってあんましたくない話なんですけどね、なんか裏に関わってる人がちょっと、まあしょうがないですかね。